皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。ミニの R56 ですが、エンジンが不調になって警告灯が点灯しています。どんな症状かというと、エンジンにばらつきが出て、それで回転が3000回転以上回りません。今日はスロットルバルブアクチュレーターとソレノイドバルブの掃除を行います。早速作業に入りますが、どうしてスロットルバルブアクチュレーターとソレノイドバルブを掃除するかというのは後ほど作業を進めながら説明をさせていただきます。でこれをディーラーに持って行って全て交換するとだいたい15万円ぐらいいるみたいなんですよ。でそれが掃除だけで治ればすごく節約になるので、頑張って掃除の方したいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。エアクリーナーボックスを外します。固定ボルト1本、トルクスネジ7本で止まっています。トルクスレンチのサイズは T25 です。エアフィルターはうっすら汚れています。交換時期だと思いますが、とりあえずエアガンで汚れを吹き飛ばします。エアフィルターボックスはクモの巣のようなゴミが溜まっています。これもきれいにします。レゾネーターを外します。固定しているボルトは 10mm の1本だけです。ダクトパイプを固定している 7mm のボルトを緩めます。スロットルボディとソレノイドバルブに到達しました。ソレノイドバルブから外します。最初に外すのは配線です。このピンを上に持ち上げて引っ張ります。ソレノイドバルブは上側にボルトが1つあって止まっています。そのボルトを外します。10mm です。このボルトは落としたくないので慎重に外します。取れました。今からソレノイドバルブを引っこ抜きます。これを外すのに1時間もかかったっていう方がいらっしゃるので、私は何分ぐらいで外せるかちょっと楽しみに計測をしてみたいと思います。9時35分です。ソレノイドバルブに傷がつかないよう養生します。ソレノイドバルブを外すとオイルが出てくるので、ウエスを下に当てておきます。ウォータープライヤーで引っこ抜きます。スロットルバルブとソレノイドバルブを洗浄しようと思った理由は、いつも言っている整備工場でエンジン不調の原因を診断機を使って診断してもらいました。その結果、スロットルバルブアクチュレーターの不良と診断されました。ただスロットルバルブは結構なお値段がするので、
ミニ専門の診断機で診断した方がいいとアドバイスをいただきました。どうやら10万円近くするようです。スロットルバルブの不調は過去の経験上、洗浄すると治ることがあるので、まずは洗浄して調子が戻るかどうか確かめてみたいと思います。もう一つ、ソレノイドバルブを洗浄する理由を説明します。ソレノイドバルブはカムシャフトのオイル量を調整し、バルブタイミングをコントロールしているらしく、この動きが悪くなるとエンジン回転にばらつきが出るそうです。ご覧いただいたように、ソレノイドバルブはスロットルバルブの真横にあります。なので同時に洗浄することにしました。ウォータープライヤーでこじっても少しだけ動きますが、外せる気配は全くありません。無理な体勢でフルパワーで引っこ抜こうとすると息が上がって腰も痛くなってきます。いい方法を思いつきました。ハンマーでプライヤーを軽く叩く方法です。プライヤーでこじって緩んでいたおかげもあると思いますが、ハンマーを使うと拍子抜けするほど簡単に外れました。ただこの方法はソレノイドバルブを壊す可能性があるので、真似はしないようにしてください。現在の時刻が10時ちょうどです。25分かかりました。このソレノイドバルブですが、ちょっと黒くはなってますが、汚れはここについてますね。この程度なんでそんなに大して汚れているような感じではないですね。スロットルボディを外します。 T30 のトルクスです。スロットルバルブを固定しているボルト1と2は目視できますが、3は目視できないので手探りで探さなければなりません。はい、カプラーを外します。よし、カプラーも外れました。よいしょ。よし、取り外したスロットルボディです。かなり汚れてますね。なんかホコリがいっぱいついてます。反対側もオイルがいっぱいついて、スラッジもついてますね。これでは調子が悪くなるはずです。エキゾースト側のソレノイドバルブを外します。まずは配線を外します。これを手前に引っ張ります。はい、外れました。フックを手前に引っ張ります。この下にボルトがあるので10ミリで外します。外れました。ボルトが外れたのでウォータープライヤーでソレノイドバルブを引っこ抜きます。オイルゲージが邪魔になっているのでボルトを外してみます。あら、落ちた。失敗。ソケットがちゃんと入っていなくって落としてしまいました。今もうこのレベルゲージを外そうかなと思って8ミリのソケットをつけようとしたんですが、下に落としちゃいました。最低です。
こうやって余分な時間がかかりますね。アンダーカバーに引っかかっていたソケットを見つけました。苦労してボルトを外しましたが、あまり効果はなさそうです。引っこ抜き作業を続けます。エキゾースト側のソレノイドバルブはインテーク側と比べて引っ張り出しやすいので、比較的時間をかけずに緩んできました。隙間に内装剥がしを差し込んでみます。エキゾースト側のソレノイドバルブが外れました。こちらはインテーク側ほど汚れてはいません。ちょっとオイルが汚いですね。もうオイルを交換しないといけない時期です。ワコーズのエンジンコンディショナーで洗浄します。エンジンコンディショナーって結構粘りが強いので、キャブクリーナーで洗い流すようにもう一度洗浄します。次はスロットルバルブをきれいにします。パーツクリーナーです。スラッジが溜まってますね。これは汚れてますね。キャブクリーナーを布に染み込ませて、それで拭きます。エアーでホコリを吹き飛ばします。スロットルバルブとソレノイドバルブの洗浄が終わったので元に戻します。これ作業をやってみて分かったのですが、やっぱりソレノイドバルブを外すのがめちゃくちゃ大変で、これさらに交換した方が良かったなと思ってます。確か純正品だと2万円ぐらいするんですけども、保証がついた社外品が4000円ぐらいでどうも買えるみたいなんですよ。この作業を考えると、それに汚れてましたので、ちょっとね、息子があまりオイル交換してないんですね。だから相当汚れてたので、それを考えると新品にした方が良かったかなと思います。取り付ける時の注意は、Oリンクの周りにオイルを塗って、それから押し込むようにします。エアクリーナーボックスもきれいにします。かなり汚れています。今エアクリーナーをひっくり返しましたが、間違いです。エアクリーナーを掃除する場合は、通常の空気の流れとは反対方向からエアを吹きつける必要があります。エアインテークも手の届く範囲できれいにします。すべての洗浄と取り付けが終わりました。エンジンをかけてみます。エンジンかかるかな、不安ですね。
警告灯がついてるのは仕方ないですね。エンジンが回るか吹かしてみます。大丈夫そうですね。こちらの警告灯はついたままです。ところが整備工場に行って警告灯を消してもらおうとエンジンを始動したところ、その警告灯が消えていました。今回本当にラッキーだったですね。ダメ元で掃除の方してみたんですけども、それでエンジン元に戻って、もう3000回転から全然上がらなかったエンジンがきちっとエンジン回るようになって、で、警告灯も自然と消えてしまいました。本当ラッキーだったですね。ただちょっと皆さんにお伝えしないといけないのは、ソレノイドバルブって本当は外れにくくって、それを外すためにハンマーでちょっと衝撃を与えてるんですね。でこれって電子機器なんで、あまりこういうことはしない方がいいと思いますので、もし参考にされる方がいらっしゃったら、もうあくまで素人がもうむちゃくちゃなことをやってるというふうに思っていただいた方がいいと思います。あれを新品に交換するならああやって取る方法もあるかと思うんですけども、これだけはあんまりおすすめできないですね。で今回はとりあえず治りましたが、もし同じような症状が出ればソレノイドバルブと、それとスロットルボディですね、スロットルアクチュエーター、これも一式交換しようかなと。でそれも社外品交換するとそんなにお金かからないんで、全部一式ディーラーで交換してもらうとなると、ヤフオクでこの車が買えるような値段になっちゃうんでそれはちょっと厳しいなと。試行錯誤しながら楽しいカーライフを送っていきたいと思いますので、自分のできるところは極力自分で頑張っていきたいと思います。今日はここまでとなります。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。またチャンネル登録、それにハイプ、それにグッドボタンよろしくお願いいたします。